天の声が聞こえる、なんか誰かの命令で俺は誰かを殺さなきゃいけないとか、情緒が不安定だからそういった変な行動出るのかなとか思って自分から救急車呼んだんですけど、統合失調症感情障害と先生から言われました。名前が野田義行、年齢が56歳です。統合失調症感情障害と先生から言われました。今年の1月1日から精神科へ入院することになりまして、2週間っていうか10日っていうかそれぐらい入院してましたね。その時はちょっと情緒不安定で、なんか日本という国のいかに管理がひどいかっていうことを思い知らせてやろうと思って車道を歩いたりコンビニに入っていっていかにその監視カメラが多いかっていうことを指摘したりして、そういった日本社会の問題を摘発するような行動を出ていて、でもやっぱりこれは情緒が不安定だからそういった変な行動出るのかなとか思って自分から救急車呼んだんですけど、入院する意思はないとはっきり言ったんだけど、結局肩に注射刺されて病院で入院っていう形になりましたね。これは閉鎖病棟だから何もないわけですよ。看護師にの売店行ってノートとペン買ってもらってほんで書き始めて、でまあこんだけいろいろ書いたんだけど、最初独房みたいなところに入れられて書くもなかったから、俺書くの好きなんだ。いろんなこと考えたことさ。ご両親今はもういないよ。両方とも死んでる。亡くなってる。駅前にすき家あるんだわ。500円で定食食えるからさ、昼の行ってもよかったけど、その500円が痛いんだよな今の段階じゃ。しょうがないわな具が全然ないラーメンを食べる俺。具が全然ないラーメンを食べる56歳。生活保護と障害基礎年金で成り立ってるね。合わせて1ヶ月12、3万かな。何でも食べれるとしたら何食べたいですか？一番今、うなぎ丼とか寿司とかなんかなあ、お好み焼きもいいし焼肉もいいし、ああホイコーロー定食美味しいな。ホイコーローいいな。これは薬な。昼飲む薬は入ってないから飲まないけど5、6錠飲んどるよ。1回につき。俺口渇作用あるんでさ、喉乾くんでごめんね。包括作用ってな。だから口が乾くんで、薬の副作用だわ。喉が乾くんだわ多分。一番最初はうつ病だったんだけど、そのうつ病の話すると、もともと精神科とかメンタルクリニック通い始めたのが29、30ですから、水商売の仕事したんですよ。ピンクサロンの仕事してて、チラシ巻いたり呼び込みやったりしてたんだけど、でそこである女性とできちゃって、うちの店も同じく社内恋愛禁止で、それがバレちゃって、罰金30万円だったかな払ってやめざるを得なくなっちゃって、その女性は僕のことを好いてくれてっていうのはなくなっちゃうと、ピンクサロンやってる自分しかなくなってくるわけですよ。彼女に振られたっていうのが非常に大きなショックで、引きこもりっていうか、俺布団に寝込んじゃって家賃滞納して、名古屋のそういうメンタルクリニック紹介してくれて、そこに通うことになったんですけど、閉鎖病棟開放病棟とかって5回前後してるかな。これやるわ。何が書いてあるんですか？名古屋のフリースクールの関係でそういう団体に所属していた時があって、不登校とか引きこもりのことでなんか体験談語ってくれって言われて原稿を作ったんだわ。おか
しいな。引きこもりサポートこもりやんっていうのをやってて、不登校とか引きこもってる人、普通の人の道から外れて、これでいいのかな俺とか悩んだり苦しんだりしてる人に対してなんか情報を与えたいと。もっと人生多様な選択肢があるんだからそんな悩む必要はないんだよとか、不登校とか引きこもりは自分の問題なんだわ。だからこんなにこだわるわけ。自分自身が何とかしたい、自分自身を何とかしたいっていう思いが詰まってるわけ。だからやるんじゃないのかな。はいはい。試されてよかったと思います。これから体調を直してください。中島くん、はい。ありがとはい。う。これからの会活動ってどうなりますか？誰です？何の電話ですか？コモリアン通信見て興味示してくれた人がいて、もともとの知り合いだったんだけど、その人から退院おめでとうという電話。これなんですか？このトロフィーみたいな。トロフィーは心の病を持った人の表現活動を募集があったのね。面白そうだから応募したのね。そしたらよくわからんけど、あんまりいい出来の詩じゃないと思ったんだけど、知らんけど最優秀作詞賞だったから。ため息野田義行、俺は鬱なんだでもそうなんだ、俺はそうなんだでも鬱なんだ、感情障害双極性、誰が名付けた統合失調、誰が名付けた統合失調、繊細といえばかっこいいけど脆い人間です、優しいんですねと言われるけど怖がってるだけです、入院歴5年の俺に職はあるのか、入院歴5年の俺を女はどう見る、俺は鬱なんだでもそうなんだ、俺はそうなんだでも鬱なんだと。